ハッピーします何やびっくりしたハッピーしますハそういうのッピーしますあるんですね。ないですけどないですか。これね今回で11回目11回目。プレ配信を含めたら12回目です。あ、じゃあ1年間やったってこと。1年間はやっなんかねてないですか。計算が合わないんですけど、合わないですね最初2月だったんでそうか。なんか計算は合わ合わないいなですけどけどほぼ1なんか年間。数えたらそう今回がプレ配信含めて12回目。なるほど。最初の方にね、うん館長が NHK ラジオみたいになってるって言ってたんですけど1年経ったらなってますか。なってるんじゃないですかなってるんですかなってないですかね。我々もだいぶ話がうまくなってないか、いやわかんないですね、うんなんか誰からもフィードバックがないんでわかんないです。でもうん YouTube の方にコメントが、あ本当ですか。前回のやつおお前回のやつね YouTube の方がちょっと2分間 Spotify の方で上げ直したらそっちも上げ直せるのかなってちょっと淡い期待を持ったけどやっぱり YouTube のは無理だって前半2分間が無音ですが、まあ長谷川さんがコメントしてあらくださいそらましたよ。消せないですね。そうなんですよああよかった。そうなんですよ。はい聞いてくださってるんですね聞い本当に。てくださってるみたいですよ。お世辞じゃなかったですねお世辞じゃなくじゃあ頑張っていきましょうか、まあ、案外すぐにねネタなくなるんじゃないかっていう話はしてたけど、案外なくならないですね。そうですね無限に話すことってやっぱりあるみたいでなんかまあ毎回内容は同じ気がするんですけど毎回内容同じじゃないでしょ。んてうかこう本質的なところはまあね同じことを繰り返してる気がする。結局そこにそう落ち着くみたいなね、な結論同じところに、自由じゃんみたいなところに、まあ来年のこと喋っていいのかな。いいよ来年のこと喋っていいですか。いいですよ、僕が2つ軸にしてることがあって、いきなりもう最後に取っとかない。最後に取っとかない分かった分かっいやたフレーズだけなんで多分これ言ったって意味が分かんないと思うんで、神とか超越的なもののゴッドですか。ゴッド、まあゴッドでもゴッドっていうとちょっとねいろんな文化的な圧力があるんで超越的なもののを内部にちゃんと外部にあるんじゃなく内部にどうやったら持てるかっていうこととあとは何だったっけな忘れたわじゃあともう一個徐々に思い出してくださいでは、うん今回はこんな感じではい始まります。こんにちは、三つ穴熊服飾図書館 PR 担当のえりぐりです。館長の三つ穴熊です。大阪の北浜にある服飾に特化した図書館の三つ穴熊館長と一緒に服飾のことはもちろん社会や文化哲学などささやかなことからどうでもいいことまでいい加減に考えていくポッドキャストです。毎月月末のプレミアムフライデーの朝7時頃に配信します。お便りも募集しています。概要欄のメールアドレスへお気軽に送ってください。年の瀬ですね。そうですね12月は多分服飾関係の人はめちゃくちゃ忙しいとか多いと思うんですけど、繁忙期ですね。そうですね服飾だけじゃないかもしれない、年内にやってくれっていう人が多分結構あるんで。そうですね急に寒くなったから、そうなんですよね、そういうのもありますよね、1年も終わりということでね、これ聞いてくださってる皆さんもね1年どんな年だったんでしょうね。でそれぞれあると思うんですけど三つ穴熊服飾図書館にもいろいろありましたが、年末恒例1年を振り返る企画をしたいと思います。で振り返るのは今年ではなく今年じゃなく館長が並々ならぬ思い入れがあるという何年ですか。1995年ですね。1995年の1年を振り返る。そうですねあとその前後なんで1995年が大事かっていうことと一応ね服飾的に言うと Y2K みたいな90年代半ばぐらいから2000年代前半みたいなことがあるんで、その空気感みたいなね今日も実はこの収録前に空気感について僕たちはちょっと話したんですけど話しすぎてちょっと若干声が枯れてて申し訳ないんですけど、空気感でなかなかねデータだけや情報だけじゃわからないんで、そうですよね、わかんない。やっぱその時その場所にいないとわからないですよね、だからその空気感情報プラス空気感みたいなのをどうやったらわかるかっていうね、大事な
漫画などを持ってきましたんで。あ、なるほど。それを館長が教えてくださるわけですね。そうですね。じゃあ1年振り返ろう、95年をということでやっていきます。はい。じゃあ95年何があったのかっていうところから始めましょうね。まず館長いくつだったんですか？僕ね95年が、15歳かな。だから高校1年生が95年になる。思春期真っそうそう、只中。中3からそうなんですよ。私は幼少期です。幼少期か。そうですね。5歳。5歳。あ、一応でも生まれてたのは生まれてた生まれてた。んですね。だから阪神大震災は覚えてないです。あ、なるほど。すっごい揺れたっていう話とか、すっごい揺れましたね。けど覚えてない覚えてないですか。世代ですね。でも生まれてた。なるほどね。で一応私の方から95年、その館長の個人誌じゃなくて世界的とか日本的なところとしてはちょっと振り返ってみると、やっぱニュースとかまとめとか見ると、まあ震災オウム震災オウムのも震災オウムみたいな感じですね。まあね、震災も大きなね本当事件だったんですが、オウムがやっぱりね、その本当に95年に入ってからはもうオウムで持ちきりだったんじゃないかな。そうなんですね。だから95年に何があったかとかウィキペディアとかでざっと見てもやっぱ私わからないくて、で親とかに聞くとあったあった、これあったこれあったって言うんですけど、もう誰みたいなまあ感じでしたね。僕もね分かんないやつ結構ありましたけどね、あげてもらったので。そうですね。何があったかじゃあちょっとさらっていきましょうか。95年。あと世界情勢もちょっと見ときましょうか。そうですね。95年どんな年だったか。はい。95年はね、アウン・サン・スー・チーさんの自宅軟禁を6年ぶりに解除。そう、これがね、アウン・サン・スー・チーさん、アウン・サン・スー・チーさんって言うから、なんかアウンさんのさんが継承なのかどうかみたいなねのが子供的にはアウン様なのか、そうそれがめっちゃそうか15歳で、あとは Windows95 発売。そうこれもね大きな事件でした。ベトナムが対米国交正常化。これはねあんまり記憶にないです。まあそうね、子供ってやっぱ海外のなんかニュースっていうか国際情勢あんま見てないですもんね。そうですね。ベトナム戦争から流れがないと何がすごいのかっていうのが分かんないんでね。確かにね。あとはフランス南太平洋で核実験。これはねニュースにはなってた。多分ね。でも、だから私たちの親世代は多分覚えてるんだと思いますね。あとはOJ シンプソン事件だからアメフトの人だったんで、僕高校のがアメフト部があったんで、結構アメフト部の人たちは OJ シンプソンについていろいろそうだね。あとは今年タイムリーって今年っていうわけじゃないけど、やっぱガザとかイスラエルに関してはほら協定結んでたラビンイスラエル首相なんていうんですか、パレスチナと友好的な一歩を踏み出した暗殺されたやつですね。首相が暗殺された年ですね。それ高校の友達のね、同級生の耳がちょっと聞こえないというかこう難聴を持ってる男の子が、なんか嬉しそうに語ってました。ラビンどういうことわかんない。世界が混乱してほしいとやつは思ったのかもしれない。全然なんか前情報と関係なかったよ。いや彼はちょっと変わってたんで。そうなんだ。すっごい嬉しそうに喋ってた、ね。そっか。あとはお隣の国だとノテグとかチョンドファンとかが逮捕されたり、ボスニアが和平が成立したりとかですね。そうですね。まあ日本に影響したのは多分 Windows95。そうですね。Windows95 と OM と。でも本当にもう3つに1個ぐらいニュースの3つに1個ぐらいが OM ですよね。僕がねオウム真理教についてすっごい印象に残ってるのは、その電車で帰る時にね、同じ高校じゃなかったと思うんだけど、高校生が朝原将校っていう人が、オウムについてなんかちょっと説明した方がいいのかな。さすがにいいんじゃない？いらないかな。さすがにそこはググってほしい。朝原将校っていう、言ったら一番偉いというか教祖がいて、で捕まったわけですよね。で破壊活動防止法だっけ、なんかいろんな罪状が多分いっぱいありすぎて、でも一番国家転覆罪に近いやつですよね多分。でそこで捕まって朝原が冤罪だったら俺は切れるよみたいなことを高校生が言ってて帰りの電車で、おーみたいな。でもそういう空気感ですよ今から考えたら。全然意味が分かんない聞いても。だから、
国家にはめられたやつだって思ってる人が結構いたってことです。まあなんか本当に聞かじりなんだけど、うん当時結構テレビとかにも出てたらしいですよね。出てましたよ。でそれが本当に全然実感としてなくて、バラエティにも出てたし。そうだから今で言ったら立花隆みたいな感じだったの。でもテレビには出てないな、あの人。立花さんともちょっと違うな。なんだろう、だからあれ以来、ああいうちょっと朝原さん自体は、朝原さんって言ってもいいのかな、朝原自体がエキセントリックな人かっていうと、テレビでの振る舞いは全然エキセントリックじゃなかったんで、すごく落ち着いて喋る感じの人だったんで。そうか、また全然違う感じだから、それが本当にイメージできないんですよね。なんかオウムがテレビにガンガン出てたっていう、バラエティとかワイドショーとかに出てたっていうイメージがまず全然湧かないんですよね。結構パソコンショップとかに力入れてて、日本橋とかにマハポーシャっていうの、多分東京だと別のところにあるんだと思うんですけど、そこで通勤の時に配ってたりしてたっぽいんですよね。で僕ちょっとその通学路がそっち側じゃないんであれですけど、そっちから来る子たちはなんかこうチラシを持って、でも実際パソコン詳しいやつ言うと、結構いいやつが安かったらしくて、商売上手だったの、ね。まあなんか信者をすごくタダで使える、タダっていうか格安で使えるからっていうのもあって、牛丼チェーンっていうか牛丼屋もあったって聞きましたよ。めっちゃ展開してる。ハルマゲドンっていう牛丼を出してたとか。なんかさ、統一教会もその時ぐらいにすごい話題になってたじゃないですか。ちょっと前かな。そうですね。桜田淳子さんとか、もうちょっと前だったかな。その前後で多分合同結婚式みたいな全盛期を日本では迎えてたんだけど、その統一教会って日本では多分そんなに商売してないんだけど、韓国では多分そういう感じなんですよね。っていう話は聞いて、普通にビルとかあって、なんかその多分当時のオウムみたいな感じで、統一教会は韓国の本国では割といろんなビジネスを展開しててやってる、宗教だけどビジネスもしてるみたいな認識らしくて、それに近いのかなってちょっと思った。かもしれないですね。統一教会のも多少覚えてるんですけど、そのお昼の情報番組っていうか、ああいうワイドショーで取り上げられてたのは、合同結婚式みたいに取り上げられて、で結局行ったのにあえてその時に初めて会うとかいうのがあって、会えてない人とかもいて、カップリング不成立で帰ってなんか会えなかったからみたいな、成立はしてるけど会えなかったからみたいな。どういうことわかんない。なんかいやで書類上はなんか成立はしてるんだけど、行ってもいっぱい人がいるから会えなかったみたいな感じの。コミケで待ち合わせしたけど会えないみたいな。そういうのの取材とかをやっててもうすごい人なんでね、その絵面だけで見ると。でなんか合同結婚式で会ったことないって結婚するから、なかなかラジカルなあれだなとか思って見てたんですけどね。まあ95年とあんまり関係ないですけど、でもそういうそういう時代ですよね。ちなみにね、今年の流行語大賞が無党派。そうだから、東京都知事と大阪府知事が有名人がダブルで当選した年なんですよ。誰と誰だろう、ノックさんかな。そうノックさんと青島さん。なるほど。がこの年に当選してるから、すごい年なんですよね。で村山さんが首相になったのもその時かな。この前の年かな。前の年ですか。この年はだから1年間ずっと村山政権だったんですよ。だから村山談話が出たのもこの年です。だから結構なんか今に続くその大きな事件が、確かに事件とかなんか出来事が確かにいっぱい、その海外っていうより日本で起きてたようなイメージがあって、多分館長は全く興味ないけど、野茂新人王はすごいからね。野茂はね、でもねすごいなと思って見てました。キャッチャーのピアッツァみたいな名前だったと思うんですけど、となんか一緒に日本のバラエティーの来たりとかしてました、オフシーズンに。なんか今の人で言ったら大谷ですよ。もう大谷レベルの活躍を当時だから1年目に行って向こうでした。だから大谷は初めての日本人じゃないけど、野茂は初めての日本人で行って活躍したんで、これはすごい。でこれも95年かって思いました、見ててね。投げ方がねちょっとトルネードで特殊だったっていうのもなんか流行りましたよ。あとフォークボールがね、みんな投げ方を真似してたんですよね多分ね。そうね、だから流行語は無党派のも頑張ろう神戸ですね。それぐらいなんかありました。
他いや私知らないよいや私覚えてないいやいやニュースサイトからこうニュースサイトだ。やっぱでかい事件だとやっぱここら辺ですかね。だから言ったら今年村山さんが亡くなったからそうだなんかね。一応村山さんを軸に振り返るそんなこともそんなできないけど長生きしてましたね、だからいやそうだから今がさ終戦80年だから、うん多分30年前だからちょうど終戦50周年50そのうね節目で、うんだからだから今から考えるとでも明治維新からうん、終戦までの方が短いんでしょ今のは確か。そうだね。って考えたらもうかなり昔な感じがそうするだな終戦とかもうんなんかおおみたいな。だってもうだって終戦の年に生まれた人が今年80歳ですからね。だからそっかそう戦争を知ってる人はもう戦争中に生まれてた人はもう81歳以上になってるっていうといつかころで、応仁の乱みたいな感じに本当の歴史的事実になるんですかね誰なるんでしょうも誰も死んだ応仁の乱で死んだ人に感情移入しないじゃないですか多分、うん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 まあ、ドラマとかで書かれたら感情移入するけど、いやなるでしょあるもはやだってさ明治維新にはあんまりみんなさその物語としては感情移入しても、感情にするけど、別に明治維新を身近には感じないから。そうだね怒る人もいないよね。坂本龍馬が暗殺されたみたいなこと言って、坂本龍馬の遺族が見たらどう思うかみたいなことは、やっぱ歴史になってるからもうあとうん30年ぐらいしたら歴史になる、なっちゃうんじゃないかな。だからまあねいろんなその時の体験を語ってる人がまだいらっしゃるしそれを語り継いでは言ってるけど、やっぱその空気感はもうやっぱり我々にはどうしたってわからないところはあるなと思いますね。でまあ、あんまりなんで95年なんだっていうことが多分言えてないと思うんですけど、とりあえずなんかこういろんなありましたねこのことがあって、震災あって、オウムがあってあとはハイジャック事件とか、いろいろあって本当にいっぱい多分その復職じゃなくて、日本社会割と館長以外も95年がキーだって言ってる人いますよね。いますね。いますよね。なんかこう哲学チックに言うと、日本的な文脈で言うとポストモダン元年ぐらいの感じでいいのかなと思うんですけど、でポストモダンが何かっていうと、すごいざっくり言うと、ポストモダンの条件っていう本とかいろいろあるけど我々にはね、読んだってなんか言ってんなぐらいしか分かんないけど、もうすっごいざっくりと読んで、プロというか本職の人からすると全然違うよって言われると思うんですけど、簡単に言うと大きな物語っていうのがなくなって、国民とかでもいいけど団結しづらくなって、ある集団ではすごい流行ってるみたいな、でもこっちでは全く知らないみたいな。そうだね。そのちっちゃな有名人がいっぱいいるみたいな状況、ちっちゃな流行りがいっぱいあるみたいな状況が一応95年から始まったっていうぐらいの、終わりの始まりっていう感じですよね。そうですね。大きな物語が終わったっていうか、完全に終わったのが95年みたいな。でも、歴史って重なるんでね、本当に95年か。でも世界的な文脈で言うとおそらくソ連が崩壊したっていう90年だから、それより4年前91年かな、91年なんで4年前ぐらいのことが言われるんだろうと思うんですけど、そうね、さっき言ったその Windows95 っていうのは多分それの象徴で、そのインターネットがその身近になって、結構みんなが使えるようになったから、そのインターネットでその程度は徐々に大きくなってきて、でもこの30年で完全にもう飽和したような感じなんだけど、それに伴ってやっぱり大きな物語なくなっていった。だから例えばみんなが見てるドラマとか、みんなが聴いてる音楽とかがなくなってきて、その小さいクラスターの中の流行りとかになってきたっていう感じはありますよね。多分だから読んでない本の人のことを言うんで、あれですけど斉藤浩平さんとかなんか一応有名人なのかな、有名人っていうカテゴリーでいいですか、知ってる人は知ってるかな。人新世の資本論って書いて、マルクスをこう再考して読むっていうのを環境問題としてやって、なんかって言ってるけど、その環境問題っていうのが大きな物語を取り戻すっていうことに置いてるんだと思うんですよね。確かにその、団結できる何って言ったら環境問題でしょっていう、多分
ってもしかしたら本に書いてあるのかもしれないけど、だから95年設と定がか、90年までは、うんそのやっぱ戦争2回の戦争をして、世界的にやっぱりその反共とか、共産圏からしたらその反民主主義みたいなのとかと戦ってきて、大きな敵がお互いにいて、でそれが日本だと、復興ですよね、戦後復興で高度経済成長で、よしみんなに追いつくぞみたいな、瓦礫からみたいな。でなんか個人っていうか生きてる人ベースで言うと、20代で車買って30代で家買って、子供2人作ってみたいな、なんかこう、成功の幸せのロールモデルみたいなのをこう提案してて、なんとなくそれをみんなある程度信じて、全く信じない人もいたと思うけど、なんかある程度そこに向かっていけたっていう時代だけど、価値観も多様化して、そうだね、今だとそれが圧力になって同性婚だったり、そういうことがいろいろ、いい悪いは全く言ってないですよ、だったり変わってきてるよね、家族の形が。それこそだから昔は絶対さ、家族ができて結婚して子供できたら車と家だみたいなのがあったけど、今はもうそうでもないし、車とか都会に住んでたらコスパ悪いよねっていう人もいれば、なんだろう、高い車、ランボルギーニしか僕高い車知らないんでランボルギーニに乗りたいっていう人もいればみたいな。そう、家もだから昔はだからそれこそさ、館長とよく話すニュータウンとかも、そうね、あれも絶対戸建てを買うんだみたいな、戸建てを買ってこそ一人前だみたいなのがあったから、大量にできたわけだけど、多分同じ経済レベルだとしても、あの時の、と今が、若者があの時の若者と同じぐらいお金持ってたとしても、ニュータウンは多分今だと成立しないんじゃないかなと思う。ニュータウンモデルっていう、そのニュータウンモデルっていうか、ニュータウンわかるかなみんなニュータウンが何か、ニュータウンに住んでた人しかわかんないかなニュータウン。いやでもニュータウンに住んでた人率は高いんじゃないですか。なんか郊外に家を建て、それがだからなんだろう、ああいう家作るなんたらハウスとかですよ、ハウスメーカーがね、ハウスメーカーと合わせてやって、で我々が住んでた稲川町っていう、言っていいのいや言っていいと思うんだけど、僕は、いいよ、エリグリさんが良ければ大丈夫私関係ないから。そうか僕が住んでた稲川町っていうとこは、ね、日清中央っていう駅をハウスメーカーが金出して引いたんですよ。めちゃくちゃ具体名言うじゃん一駅一区間いいところですよ、山下駅までだったのを一区間金出して作って、そこにニュータウンを作り、座って、駅から座っていきますよっていうので作った場所が、ちなみに言ったらだから駅からっていうか始発で座って通勤できますよっていう、大阪市内、京都市内、神戸市内とかには高くて一軒家買えないけど、でも一軒家欲しいっていうその理想を見た家族のために、その鉄道会社が自分とこの沿線のちょっと外れで山あいのなんか安い土地をガーって全部集団開発して、なんか2000軒ぐらいバーって似たような家をもう建て売りしちゃうんだよね。建て売りしたり、ちょっちだけ売るとこもあるんだけど、造成して、もう区画も綺麗に5番の目にして、でもう全部綺麗に整えて、さあどうぞって言って売ってるから、一斉にみんながそこに買ったんで、みんな同世代なんですよ、その町全体が。同じ30代の子連れの夫妻が集団入植してるような感じ。大体家の感覚も似たようなもんなんで。そうでハウスメーカーが建て売りしてるところもバン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 って結構区画があったりとかいうのが、今一気に、だからその時に家を買った人がもう団塊の世代とかだから、もうお年になって、今空き家が増えてニュータウンがやばいことになってるっていう。で僕のね、生まれたとこも生まれ育ったところね、生まれたとこは別なんで育ったとこも限界ニュータウンとして紹介されてましたよ紹介されちゃったんですか？紹介されてましたよ YouTube で。なんか有名ななんか限界ニュータウンを巡る YouTube の人に。そうだからそれからどんどんその人口が増えていく体で設計してるから、人口が減った時にどうしようもなくなるんですよね、バスとかさ。確かにね、そういう空気感だ、それかなり外れた話をしてしまいましたがちょっと戻しましたそうね。だから文化的には95年っていうと、ブルーハーツ解散。ブルーハーツ解散95年。95年。でもこれって多分幸福の科学と関係あってまた宗教法人が私たち出てきたよ。ブルーハーツの2人が、具体的に言うとマーシーとヒロトじゃない、ボーカルとギターじゃない人の2人が幸福の科学にはまりて、だからそうなの。だって作家の影山民生さんって、知ってるかな、なんていう本が有名か忘れたけど、とかも
すごくこうへ統一でえ。フライデーは何々だとか言ってこう小川智子へー小川智子さんだっけ名前なんかちょっと空気感が分かってきたかもしれない。分かだからねんないけど。そうだから分かんないわ。なんで宗教がオウムも含めて、うんオウムってロシアうんで力を持ってたって言われるじゃないですか、なんですけどね、なんでそれが流行ったかっていうと、うんソ連からロシアになる時ってやっぱみんなすごいロシア人の人たちっていうか、うん地域の人たちすごい不安がってて、うんうんで実際国が変わる時っていうのを見に行きたいって言って行った人が結構いるんですよね、学者とかも含めて。ああ研究に。そう、うんそしたらどうだったかっていうとすごいオカルトがめっちゃ流行ってたんだらしいんですよ。あ何かにだから不安の表れで何かにうんうんまあこれは今から言うことっていうのは、あうん僕が適当に言ってることだと思って聞いてほしいんだけど、うんまあでもロジックとしては正しいと思うんですけうど、ん納得いくと思うんですけど、うんあの何かが不安な時っていうのはやっぱ不安が大きくなると何かにすがりつきたいっていう気持ちがあってあでそのー何割かがオカルトみたいなものに行くっていうそれでオウムって多分力をつけたロシアで力をつけたんですよね。まあ新興宗教がその頃やっぱり、新興宗教ってだからさ、波が何回かあってさ、そうですね、戦後大正あたりと、戦後うんとこの90そう年代、ですねやっぱり社会が大きく変わる変わる時時にやっぱりみんなやっぱそこに救いを求めるというか、だから95年前後っていうのにまあオウムで日本の宗教っていうのは新興宗教っていうのはかなりネガティブなイメージが出てそれ以降はあんまり出てきてないんですが多少なんかいろいろあるけど、あるけどやっぱ、うんオウムのせいで登録できなくなったらしいんで。そうですね厳しくはなっってるんで、その前っていうのはやっぱりみんながなんとなく物語の終焉を空気感として感じて、まあそんなねみんな僕も含めてその当時なんかそんな賢いくないんで、なんていうのアカデミックにそういうこと知らないんで、けどやっぱ不安を感じてたんじゃないか、バラバラになるっていう不安を感じてたんじゃないのかなと思うんですよね。そっか、なんかまたちょっと話がずれちゃうけど、私トリック好き、ドラマのさトリック好きで、私ちょっと世代がやっぱ後だから、その1、2とか知らなくて後から大人になってから見たんですけど、あの空気感っていうか、あの世界観ってやっぱその95年とかのその新興宗教全盛期みたいなのを踏まえての感じがあるとは思いますね。だから私は全然わかんないで見てるけど、あれを知ってる人はもっと面白いのかとちょっと今思いました。なるほど、そんな風に考えたことなかったけど、もしかしたらあるかもしれないです。完全になんか皮肉ってるじゃないですか、なんか教祖とか、なんかそういうものを面白かったですけどねトリック。面白かった。しかもなんかね好きでしたねなんかまた脱線しちゃったで、他だとね、あとそうね、ゴースト・イン・ザ・シェル映画の95年、あとはやっぱいじめがすごいまあこれは文化と関係ないか、いじめ問題がすごい出た。まあ今から見ると95年っていうか、まあ全ての過去に言える話ですけど、今から見ると全ての過去は野蛮なんでまあいじめ問題はなんか今もだし、なんか毎年なんか話題にはなってる気がするけど。なんか僕今高校で教えてるじゃないですか、まあうちの高校だけなのかもしれないけど、やっぱいいやつが多いですよ。昔より昔にこの状況だったら、もっとカジュアルにいじめたりしそうっていうシチュエーションでもそうじゃない。じゃあやっぱ人類はちょっとずつは良くなってるわけ？と思うけどな。優しいみんな。なるほどね、すごい優しい。まあもちろんね、もしかしたら僕の高校の中にもいじめがあるのかもしれないけど、それはちょっとね、わからないので、まあマイルドになってる感じ。まあ全然マイルドになってると思う、っていうか、それは確実にマイルドになってる。そうだよね、なんか悪いことするにしてもなんかこう尖り方がマイルドな感じは。確かにね、海外の話とかも聞くと、やっぱ90年代にニューヨークもそうで、僕は東海岸西海岸の話をよく聞いたんですけど、普通に歩いてね、黒人の人にツアー吐きかけられたとかいう話とか結構聞いたんですよやっぱり。でも今はさすがにあんまないって言って、住んでる人も昔は後ろからジュースかけられたとか聞いたけど、だから物理を伴った差別みたいなのがあったけど、今はやっぱりちょっと京都人悪口じゃないけど、コンテクストがわからないと差別かどうかが嗅ぎ分けれないのが多くなったっていう話は。
減ったかどうかわかんないけど、なんかこう、やり方がマイルドになったやり方が陰湿演出っていう言い方でいいけど、うんっていう話は聞くんなるでほどなまあ世界的にちょっとマイルドになってるのがそのあたり。それはあれかもしれないですね。服の流行りでもそうかも。この頃は光沢素材が流行って書いてます。ピカピカしてた。95年光沢素材流行してたかな。あとはね、プリントクラブ発売。プリントクラブめっちゃやってた。あと安室奈美恵ブーム。安室。プリントクラブって95年？って書いてあったよ。本当。あとはチビティ。チビティ着てた僕も。着てたの？着てた赤いチビティ。学校に着て行ってたの？学校の T シャツの中にでね、第1ボタンと第2ボタンまで開けたら若干ヤンキーっぽく見えるみたいな。なんかど根性ガエルとかの多分世界だと思うんだけどなんか赤い T シャツが見えるとヤンキーっぽい。なんかそれは T シャツの日本史に書いてあった気がする。なんかなんかそこら辺のなんか開けるとか開けないとか書いてた気がするな。あとはダウンジャケットとかロングブーツとかのアイテム。ダウンジャケットね。高1の時だから95年に確かに流行ってた、けど僕はあんまり着なくなった。裏腹系が始まってエアマックスが駆られ。エアマックス狩りはねめっちゃ喋りたい。喋って。エアマックスって1万5,000円ぐらいだったと思うんです定価が、それが最大10万超えたぐらいにまで価格が上がったんですよ。ナイキのね、で待ってエアマックスが何か説明してもらって。エアマックスってナイキのスニーカーです。単なるスニーカーですよ。単なるスニーカーなの？エアが入ってる。エアジョーダンのあれでしょ？エアジョーダンとかのエアが入ってる。そのマイケル・ジョーダンだっけ？マイケル・ジョーダンっていう有名な、バスケの選手がいて、でその人がこうダンクするのがエアジョーダンって言われたんだっけ？そうダンクしてる形の技の名前がだからなんかエアジョーダン。そう空中をなんかもう空中を歩いてるみたいっていうか、浮いてるみたいだからエアジョーダンっていう技っていうかもう何あだ名みたいなのですよ。があってでそれのそのコラボグッズみたいな。これはモデルかな。だからスポンサーになってるからナイキが、ジョーダンのマイケル・ジョーダンのために作ってて、その靴と同じ形のやつがこう市場に流れるみたいな。だからこうなんだろうな、一般向けのモデルがエアマックス。そうエアマックスとエアジョーダンはちょっと違うけどね。エアジョーダンはバッシュでエアマックスはスニーカーっていうかランニングスニーカーとかに近いんで。なるほどなるほど。で、それが大流行。エアマックスが大流行して、多分1万5,000円ぐらいだと思う定価、偽物もめっちゃ出たその時に。だからもう偽物でいいやと思って買ってる人もいたから。でも偽物ってでも確実に分かる偽物と精巧な本物と騙そうと思ってる偽物と2つ出てましたけどね。なんか3ラインが2ラインだとかなんかそういう感じ。とかなんか明らかに素材が違うとか。風ね。そうエアマックス風スニーカーとかがいっぱい出たわけね。でその時にスニーカーブームがあり、エアマックスがそのスニーカーブームを引っ張ってて、もちろんエアジョーダン今でもエアジョーダンの何かとか高いと思うんですけど、エアジョーダンの何かも高くなり、他のナイキのスニーカーも例えばなんだろうズームフライトっていうのがあったかな。今ももしかしたらチームモデルがあるのかもしれないけど、それも1万3,000ぐらいの定価のやつが多分3万とかで売られてたりとかしてっていう時代があり、ね、10万のものやっぱでもおかしいよね。普通になんか足に10万のスニーカーを履いてると取られるよねって今言おうと思ったけど、時計とかロレックスとかつけてても取られないじゃないですか。なんでスニーカーだけ取られたんだろう。でも時計はワンチャンなんか取られる気はしなくもないけど。でも多分10万の時計なんかつけてる人って多分ゴロゴロいると思うんですよ。でも今平和だからだけど95年は取られてたんじゃない？取られてなかった。親父狩りとかあったからね。なんかアメリカのドラマとかなんか襲われてないね。アメリカはいや日本以上に当時はもっと野蛮だったんじゃないのかな。そうか日本ではあんまなかった、なかったと思うけどな。でも親父狩りっていうのはあった。で友達がね長井公園で遊んでたんだって。そしたら長井公園説明する。長井公園って大阪のね長井っていう場所があって長くはないんだ。長くはない。長井公園って地名ですね。長井っていうよく陸上の大会セレッソ大阪の本拠地かな。そうサッカーとか陸上とかの競技場があって、ちなみに安田病院っていう病院があって、そこはなんか医療なんかとんでもない悪いことしたっていうので多分ニュースで安田病院でググってもらったら出てくると思うんで、東京で言ったら横国みたいなもんかな。横国って悪いことしたの？それ違う横浜国際競技場。そういう意味ね。びっくりした。で長井っていうことがあって、そこでかい公園になってるんですよね。でだからそこで
友達が遊んでるというか通ってたら、前から歩いてきた人がみこしのように10人ぐらいの集団に担ぎ上げられスニーカーを取られ、でその10人ぐらいは逃げてったっていうのを見て、ポツンと裸足でもフラッシュモブじゃなくて、うフルメもうそれぐらい、それ見たって高校1年生の時に、高校2年生だったかもしれない。スニーカーブームって結構1年以上は続いてたと思うんで。へえ、ただ高2の時に、うん高1の後半かな、ハイテクスニーカーなんですよ。だからうんこうテクノロジーが詰まったスニーカーブームっていうのがあったんですよね。うんうんだからスニーカーブームでもなんかそれかすかになんか光るやつとかうんあった光るのもあった、もちろん。あったなんかうん蛍光のさ、うん、蓄光のスニーカーとかあったあれですか？もうあった。でもハイテクっていうのは多分そういう意味も入ってるけどそこじゃなのかないんかこうなんか走るためのテクノロジーあーをだからちょっとごつめっていうか、クッションが、うんクッション性が高いとかね。そうテクノロジーを詰めたっていう意味で多分言ってたと思うけど、うん蛍光はでも多かった。エアマックスも実際蛍光だったし、それはなんか覚えてる、その買ってもらった気がする。吸収してるから別です、うんでもアキレスとかの子供が危ないっていううん蛍光剤がついたやつは僕のちっちゃい頃からあったからそれとはまたち違うか。ょっとさ違うけど、なんかあったわけですよ、そういううんブームがね。うんで僕自身はその95年の終わりぐらいにうん。やっぱこれはおかしいんじゃないかと思って何が？ 1万5,000のスニーカーが10万になるっていううんのは、これはなんか人類ちょっとおかしいんじゃないかと思って、うん。コンバースのスニーカーを買いました。ジャック・パーセルを。ライバルの？ライバルじゃなくてねローテクスニーカーって言われるやつですロよ。ーテクス。クラシックななんかコンバースのオールスターとか、うん。ジャック・パーセルとかは何のクッション性もなさそうなやつね。クッション性はあるんですよそんなこと言ったら怒られるから。いやそれがいいんじゃないですか、ペタペタ感が。そう、うんそれでねなんかキャンパスでできてるし、うんなんかちょっとクラシックな感じの、うんうん。オールドスタイルですよね。そうそれを買いました。はい。でそしたらハイテクスニーカーブームがうん。スッと引いていき、はで先にやっぱなんかアーリーアダプターっていうなんかそうだねそうだね先に入ってるから、うん。やっとみたいな最先端を歩いちゃった。歩いてなるほっていうなんか思い出があるど。。そっか。本当野蛮ですよね。履いてるスニーカーをみこしのように担がれて取られ放置されるって。でもそれやってる人ってだから要するに半グレみたいなもんですよね。いやでもちょっとやんちゃな。でも取ってさ転売するわけでしょ、その人が履くわけじゃないでしょ。わかんない。確かに自分の履くために買ってたの？どうなんだろうわかんない。でも転売するのかな。ボンタン狩りとかもさでもさ。うん。僕のもっと前ビーバップハイスクールの時代だけどさ、あーなんか生きってるやつのボンタンってでかい変形パンツ変形制服をうん喧嘩でどついてボンタンを買っていくみたいなあれもさ履くわけじゃないよね。なんか病気とかうつりあれは病気は病気はうつらないと思うけどなんか嫌じゃない。なんかあれ戦利品だよね。戦利品うん。でもエアマックス狩りはさ転売してたんじゃないの？転売してたのかなわかんないまあでも確かに10万円になってるってことは転売するか、もしくは自分で履いて俺は10万円の価値あるものを履いてるんだぞという。でもその自分が履くためにさ10人とか雇ってるか仲間か知らないけど。でもレジャーもあるんじゃない。やっぱヤンキーっていうか行くぞみたいな悪いやつのレジャーっていうかカツアゲとかに近い感じのエアマックス狩りっていうスポーツがあったわけ。スポーツであるそんな野蛮ではないですよさすがに95年もそこまで野蛮じゃない。でもアーバンスポーツとしてこいやそこまで野蛮じゃないけどうなるほど。なんかもう空気感がね、そっか、不思議ななんかでもそれが普通になんかあるっていうことが当たり前の世界だったんだ。当たり前は言い過ぎですけどまあ怖いなと思って、だからチーマーみたいな時もこの時ぐらいかちょっと前ぐらいじゃないかな。チーマーが親父狩りするみたいなんとか。へえ、もうチーマーがわかんないよ。チーマーってなんか確かにねすごいなんかいちいち聞いてて申し訳ないんだけど。チームだね。チームでつるんでる人のことも。でちょっと半グレの走りみたいな。半グレの走り。でも半グレが出てきたっていうのもヤクザの力が暴対法以降なんで、95年が暴対法があったかっていうのも調べるべきだったかもしれない今回。そこまで行くの？まだなんかさいやこんな話になると思わなかったから。ファッションにたどり着かないね。なんかッションね盛りだくさんすぎてね。
まあそういうことで、そういうことでまあ世間はそんな感じだったと。うん、で館長はその時どうしてたんですか？僕高校生です。高校生でエアマでックス狩りに怯え、いや買えなかったエアマックスはだからで、いやで買わなもかったでしょ？いや買わなかった。バッシュ欲しかった、バスケットシューズが。苦し紛れのコンバースだったの？いやいや、なんかこれはもう狂ってんなと思って、時代が。あだからチューリップバブルみたいな、うんそんな言葉知らなかったよ、もちろん高校生なんで。うんただなんか感覚的に熱狂しすぎでしょみたいなのは思ってた。霊障系だったんですか？霊障系だったと思う、多分。うん、間違いなく霊障系だった。なるほどね、うん、そうか。あとカルチャー的にはどんなことがありましたか？あとはね、漫画の話で言うと、岡崎京子とか、うん桜沢絵里香っていう、うん作家さん漫画家さんに代表されるんですけうど、んうんまあその前の東京ラブストーリーのあたりからそうなんですけど、女の人の人の漫画家が性をちゃんと描くってなるほどね、いう、うんうんセクシャルな部分セクシャルな部分をちゃんと描くっていう、うんそれ何回かあるんですけどね、もちろんその前の段階の竹宮稽古とか萩尾元とかも次の世代ですよね。そう次の世代、まあ、そこに影響を受けた人たちの漫画がありまして、うんうんそこにはなんでか、それこそ90年代のうん香りがすごく詰まってるし、空気感を得るっていうためには、うんうん一番こう正確に表してると思う、あの時の空気感を。へえ、そこはなんか少女漫画なんだ。そうなんですね。だからここをね少女漫画って言うかどうかって結構微妙で、そうかレディコミでもないし、うんなんか青年誌に対するなんだろうって言葉あんのかな、青年に対する女の人の言葉ってなんかある？レディコミじゃないの？レディコミなのか。レディコミっていう文脈もね、僕は大学1年生の時ぐらいに多分メジャーになって、簡単に言うと女の人が見るエロ漫画に近いかったんだよね。イメージとしてはそうか、うんなんかその萩尾元とか、竹宮恵子とかあれは少女漫画じゃん。少女漫画、あれとはやっぱ違うんだ。なんだろうな、携帯小説とかはこの流れで多分出てきてると思う。女の子がドラッグをしてみたいな。そうだね、あれはなんか一瞬のなんかこう先行だったね、であと96年だったかもしれないけど、宮台真司っていう人がいると思うんですけどの制服小説の選択って本が出てるんですけど、あれは言ったら援助交際をするみたいな子たちの生態をなんかフィールドワークしたっていう話だけど、宮台先生のね、いまいちなんだろう、女性とかに対する、言動が、今の人って多分ずれてるって感じると思うんですよ。それは思うな。だいぶなんかずれてるなって感じするけど、多分この岡崎京子とか桜沢絵里香の漫画を読めば、このフィールドワークしてた人が言ってる言説っていうか、そのなるほど理解できると思う。だから今のさ、この30年後の今、その宮台さんの主張を聞くと、何言ってんだって思うんだけど、多分特に女性は思うと思うんだけど、そう95年の空気感で、それも多分田舎じゃなくて、都会の都心の空気感をあの方は見てて、そこに住んでらっしゃるんだな。そうだと思う。で多分ね喋ってることは、がここはちょっと僕も分かんないけど、時代で変わってる部分と変わってない部分で、変わってない部分を本当は喋りたいんだけど、そこが多分うまく伝わってないのかなと思うんですよね。なるほどね、だからなんか微妙ななんか当時のエピソードとか入ってくるから、多分聞いてる側も何のこと言ってんのってなるんだと思うんです。だからそのやっぱ前提の、その知識とか空気感をやっぱ知ってないとなかなかわからない話をしてるんだな。だから携帯小説とかみたいなのが、本当だった場合ってか、あれはかなり嘘だと思うけど、本当だったり、あれに憧れた人たちがいるって考えた時に、あの人の言ってることっていうのがなんとなくスッと入ってくる部分も入りやすい部分があると思う。携帯小説はさ、私全盛期だったんだけど、ちょうど中学高校か大学ぐらいの時に全盛期で、
みんな読んでたけどね。読んでた読んでた、私も読んでた読んでたけど多分なんか実際に起こってることではないって多分そうだ思ってると思う。実際に起こってないと思うしねあれそうだね。まあ起こってる場面もあるのかもしれないけど、そうだねうんすごいアングラな世界ではあるのかもしれまあなけど、ないんかエログロ系だよね、エログロをなんかピュアな、うんピカピカしたものに混ぜてる異様な感じではありましたね。でもあれってだから10年後ぐらいですよね。そうですねとか言ったらねそうですね2005年とかだもんね。でうん桜田さんも、うん岡崎京子さんもうんどちらも東京の人なんですね。うんで岡崎京子さんは下北沢だし、うんで東京の文京区ってどこになるのか僕ちょっと分かんないけど、東大があるとこじゃない。あそうなの多で分桜沢エリカさんは文京区出身らしいんですよね。で摂モードで中退して美大っていうか、美術のよくファッションの人だったら摂モードっていうとなんとなく絵がうまいやつかなみたいなイメージ出てくると思うけど、おしゃれな絵描くのかなって。でそこ行って中退して漫画家になってるんで、だから、東京の話じゃ東京の話なんですけど、都市圏にいた人たちっていうのはこれに近かったのかなと思うんですけどね。そうですね、東京ってやっぱりその文化の中心ではあったわけですよね、その頃も。はい、確かにねその当時っていうのは80年代終わりぐらいからの話だと思うんですけど、2000年代前半まで本当に世界で最先端の街だと思われてて、実際にで、言ったらブレードランナーってアンドロイドは電気羊の夢を見るのかの映画版だけど、あれだって言ったら日本っぽいっていうか東京みたいな街を、アジアパンクみたいな、サイバーパンクみたいなね。で新しいやつは中国を明らかになんですよ。だからねそう考えるとジャパン初ナンバーワンじゃないけど、そういうのをまだ引きずってた時代だし、で例えばクリストファー・ネメスさんっていうね、ネメスっていうブランドがあるんですけど、本人自体がもう亡くなってるんであるのかないのかちょっと微妙な感じですけど、東京を拠点にクリエーションをやっていくって言って東京に住んでたわけですからね。そうもともと日本人じゃないのに、イギリス人バーミンガム、そうなんですよ。で今だとあんま考えられないんですけど、逆はいっぱいありますよ。ニューヨークを拠点にして、パリを拠点にしてね、アムステルダムを拠点にしてっていうのはあるけど、逆でね、東京に当時は来る人もいたと。そうなんですよ。やっぱりそれぐらい刺激的な街で何でも揃ってクリエーションに最適な街だっていう。東京って実はその1955年から世界一の人口なんですよ、都市として世界都市なんですけど、でずっと55年から1位を走ってて、で今年ついに陥落したっていう記念すべき年なんですけど、で今年までだから1955年から2024年まで世界一の都市だったんですよ、もう名実ともに。人数そんな多かったんですか？多かったんですよ。で今年陥落したんだけど、その東京が減ったってわけじゃなくて、その1位がジャカルタで2位がダッカで3位にまで転落しちゃったんだけど、1位のジャカルタが4200万人、インドネシアのジャカルタが4200万人、ダッカが3700から4000万人らしい、で統計的には。でも東京は何万人ですか？3300。だからすごい勢いで抜かれたの。っていうかダッカさ、ダッカじゃないや間違えた、ジャカルタおかしくない？1年で1000万人増えたってことそうだからすごい勢いで伸びててでなんか予想ではなんか2030年には越されるだろうとか言われてたのが前倒しでもう今年抜かされたの。ダッカは今まで数えてなかっただけじゃないの、1000万急にガサッと増えたわけ。いやもうすごい勢いで増えてるの、うわーって。インフラとか大丈夫なのそれ？分かんない、それはやばいかもしれんけど 25%1 年で増えるっておかしくないですか？都市の人口が2000万人都市に初めてなったのは東京なの。2000万人最初に突破したのは東京だったとは書いてあったんで、一応だから95年の時点では本当に最先端の街だった。だからもう凋落の始まりではあったかもしれないけど、だからロスジェネって言いながら、なんだかんで言って、就職には結構大変だったと思うんですけど、僕より上で僕ぐらいが最後の世代だと思うけど、なんかなんだかんで言って豊かだったんだなみたいな。そうだね。で体験的に言うとね、僕ブランド物って今どれでも高いじゃないですか、海外ブランドって。でもなんか普通に買おうと思ったら買えた値段で売ってましたからね。学生が頑張ってバイトしたら買えるっていう。例えばゴルチエのカバンでも
3万1万8000と3万のやつがあったみたいな、なんか2つあってみたいな。うんうん3万で全然払える額じゃないですか。うんうんそんな感じだったんで、だから T シャツとかもポール・スミスの T シャツがうん4500円か5000円ぐらいだって、うんそれをだから今だとうんそんなもんなんじゃないのって言ったら、何言ってんの1万ぐらいするわみたいな感じ言われて、うんうんあそうなんだみたいうんな、やっぱ円強かったなみたいなあったんです、そうなんですね。ね。でその当時うのん、大阪、大阪我々がいた大阪、まあ大阪じゃないけど大阪県っていうか、うん都市人口としては一応882万人で、一応日本ではうん2番目の都市なんです、東京に次ぐ。東京と大阪ってそんなに人数違うの？違う東京がやばいんだって。東京って本当はそれ千葉とか埼玉とか入れてるわけじゃなくて、どうなんだろうね。ですごくない？でも東京都市圏なのかもね。だから大阪都市圏にしたらもうちょっといるかもしれないけど、神戸とか、うん尼崎とか入れてったら、うんへえ。そうだね。東京都自体は1428万人、だから東京の経済圏っていうか、経済圏言ったらで多そういうことか。分周りまで入れてるんだろうね。ね。まあだから一応大阪としては2位の都市で、うん割とYouTube に世界のでかい都市のランキングをこうグラフにして紀元前ぐらいから紀元前かダーってほらグラフで視覚化してくれる動画があって、ら。怪しいっちゃ怪しい、なんかコメントでもここはおかしいとか書いてるとかあったりとかするんだけど、大体こうバーっと流してくれてたら、戦後やっぱり大阪とか入ってくるんだよね、こうランキングに入ってきて。だから結構大きい、世界的に見ても大きい都市ではあるんですよね、大阪はね。なるほどね。うん新潟が1位の時とかありましたからね、なんか人口。新新潟が日本の人口1位だったところがあるんじマジでゃなかったかな確か。知らない、うん。そうなんだ。まあ大阪もね、でもまあなんだかんでって景気が特にバブル崩壊前まではすごい景気が良かったんで、うんで大阪コレクションっていうのがあったんですよね。うんで僕が認識してるのは多分95年ぐらいからだと思うんですけど、大阪コレクションっていうのが80何年にあったのかな、ちょっと忘れちゃったけど、でね、大阪コレクションの情報ってインターネット上にすごい少なくて、うんでも一個だけ引っかかって、どうやら運営に関わっていた人がなんか残してるやつがあって、世界三大コレクションっていうのがパリ、ニューヨーク、ロンドンかな、ロンドンかミラノかって多分なんかもしかしたらあるかもしれないけどなんか何かの大人の事情があるで5大になったらミラノと東京が入るのかな、だから今で言うと上海とかドバイとか入ってくるのかもしれないけど、入ってその次を目指そうみたいな感じで大阪コレクションっていうのを始めたんだけど、で金主が財界で金主がいたみたいなんで、スポンサーが、でまあなんか文化を作るには無駄がやっぱいるからね、いくらかかってもいいからって最初は言ってたのに、何回かやってたら、いややっぱりねこういう企画というかこういうもんにはやっぱお金が返ってきてなんぼだからねみたいなこと言われて、あれ言ってることが180違うとかそのブログには書いてあったんですけど、そこでやっぱりなんだろうな、僕も90年代に朝日新聞とかの、関西版なのかもしれないけどに大阪コレクションの情報とかも載ってて、で僕も出したいなとか思ってたんですよ。ドリームだったんですね。そう高校の頃なんかは、いつか僕もこれに出してみたいな思ってた。でその時に出てきた人たちっていうのがビューティービーストだったり2047112だったりするわけですよ。でなんだ2047112ってなんだろうって、この数字もこうやって空で言えるぐらいね、2471125って覚えてるぐらいその時は流行ってたんですね。流行ってたし、この名前を数字のみたいなしたら横から誰かが2471125っていうぐらいこう有名なブランドだったんですけど、でこういうブランドたちが大阪コレクションを通して出てきて、本当ビューティービーストなんかすっごい本当にすっごい力っていうか勢いがあって、もう今から考えると普通になんだろう、幼児山本や、なんだっけコムディ・ギャルソンみたいになってたっておかしくないと思うぐらいだったんですけど、今知らない人もいっぱいいると思う。2047112もビューティービーストも、あそうなんすかみたいな、ね。だからこの80ちっちゃいブランドみたいなのがいっぱい出てきて、
マンションの一室でやるようなブランドがいっぱい出てきて、それがこう残ったのってその言ったら幼児山本とかうんギャルソンの時代も似たような状況だったんですようんうね。んでそれこでもうビッグメゾンが生まれたじゃないですか、うん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 ギャルソンとか幼児山本みたいな。うんでも90年代のその時半ばから後半の時っていうのは何にも残せなかったなっていうのはあるんですよね。やっぱその時代に生きてた、まあ、僕らよりちょっと上の人たちがやってるけどね、もちろん。うん今ね検索してみたらね、うん一応ビューティービースト20年ぶりに再開してね、あ、そうなんですよ。結構人気はね、うんしてるんだけど、その館長が言おうとしてることも分かって、うんそのコムデ・ギャルソンとか幼児とか、あの時代ってそれこそ大きなストーリーがあって、うんそのやっぱビッグなメゾンになって、うんパリコレに出して、そうですねシーズンでかくしてっていうのがやっぱり一つの物語だったし、うんみんなそれを目指してたけど、多分大阪コレクションとかに出してたようなデザイナーの世代からは、うんやっぱそこじゃなくてもいいんじゃないっていう選択肢が、そうですね、ちっちゃな物語というか、その人気はあるけど、そんなうん別にでかいメゾンになるんじゃなくて、うんファンをしっかり掴んでこうなんていうかな、現実的な規模でっていうか、まあ、そうですね。だから量っていうか規模を大きくするというよりは自分の思想みたいなのを突き詰めていく中でどれだけ、持続できるかみたいなことをやってたのがやっぱりコズミックワンダーとか、それは97年に出てきてるブランドなんですけど、コズミックワンダーとかはやっぱ割といいセレクトショップに割と置いてあったりするんで、だからそのやっぱりブランドのあり方とかも新しいあり方がやっぱり出てきだしたのがやっぱその頃なのかな、そうですね。実際こう笹山だったかもうちょっと奥だったかに今も住まわれて、ブランドに服作ることをずっとやられてるんで、もうコズミックワンダーに関しては僕は本当に大尊敬してるんで、だからその成功のさっきエリグリさんが言ったように成功の形っていうのが、物語がもっとちっちゃい物語になってたっていう、バラバラの物語になってたっていう中では本当に成功例で、ただみんながそれを成功って認識しない、まあ大きな物語がないからみんながそれを成功って認識しないかもしれないけど、でビューティービーストの人に関しては僕はすごくビューティービーストは好きなブランド、ちょっとはね男っぽいっていうかハードな部分があったから、僕の着るものとはちょっと相性は悪いのかもしれないけど、カバンとか、ハードだけどシルエット的には割と細身で、結構フェミニンというかなんか不思議な感じが結構人気だったんですよね。でもあんまり名前は出さないけど大手のとこに入ってやったのかな、その後、っていう噂っていうか多分事実だと思うんですけど、僕は高校の時に自分の家の近くのタウン市になんかセレクトショップがあって、本当に田舎の時代にそんな、今だったら結構そういう店ってあるけど、そんな取り扱ってるのないだろうっていうのでタウン市見てたら、あれなんか家の近所のブティックにビューティービーストをこう扱ってる店があるって言って田舎のタウン市に載ってる。そうでなんか取り扱いがねビューティービーストが書いてあるから、あれこの写真白黒のちっちゃいね、とこでそこにあれこれってビューティービーストのカバンだよなとか思いながら、あれでなんとか病院とかなんとか歯科とかのさ並びにあるんだよね。そうお母さんに、なんかここにあるけど知ってるって言ってその近所に勤めてたから、いやまあなんかある気はするけどって言って一回お姉ちゃんもファッション好きだったんで、あるよって言って本当かな偽物かなとか言いながらこうとんでもないこと言いながらで行ったら本当に会ってねお話しして、そんなことがあったからビューティービーストについては結構思い入れがあるんですけど、大阪発信のファッションとかも結構あったんですよね当時に。そうですね、今もあるけどやっぱりなんか95年以前、そう95年6年ぐらいからモード系みたいなのが流行りだして、なんかちょっとモード系っていうとなんかどういうことかっていうんだけど、当時の文脈で言うとちょっときれいめなやつを全部モード系って言ってたんでだからそれが流行った時にそれまでは大阪は古着だってなったんですよね。古着がすごい強かったどんなファッションしますかって言ったら古着っていうアンケートが一番上に来たのが古着が2番になったっていうので、ちょっとそれはファッション的にはすごいニュースだったんですよ。大阪の服飾界隈で、服ってどんな系が好きっていう時にモード系で、その時全国的にモード系が流行って、
だからブランドみたいなものを高校生が着出した。その前ももちろんありますよ、80年代とかも。でも高校生がなんかすっげえ高いスーツとか着出したのもそのあたりだと思うんですよね。ような感じですかね今90年代、だからその時は地域差がまだあったってことなんですよ。2000年代前半ぐらいまではまだ地域差はあったんじゃないかな。ファッションスナップやっても明確にこの地域で撮ったのとこの地域で撮ったのは違いますよねっていうことが言えたと思う。だから大阪のファッションで東京行ったらおのぼりさんだなってバレるみたいな。まあなんかなんか違った格好してんなみたいなのはあるかもしれない。あったけど今はねもう全然わかんないですよね。均一化して、だからメディアの均一化とかともすごい関係してると思うんですけど、やっぱりなんだかんで言って当時はセレクトショップの人とかからこう影響を受けたりしてたり、街歩いてる人から影響を受けたりっていうので、なんとなく独特の生態系が残ってたんだと思うんですけど、あと東京にしかないものがすごい多かったです。逆に言うと大阪にしかないものも多かったし、神戸にしかないものもわざわざあの店に行くためにあそこにしかないからみたいな、ビームスが神戸にしかない、関西には神戸にしかないみたいな状況に近い、実際はビームスは違うよ、いっぱいあったんですけど、そんな感じのことが大手っていうか有名なセレクトショップがその各都市にあったみたいな、大阪関西には神戸にしかないみたいなこともあったんで、そういうことと、ちっちゃいのも含めたらそういうことがいっぱいあったんで、それでなんとなくこう都市の画一化みたいなができたのかなと思って。そっか、だから買いに行く人もその、何を買おうって思わずにそのセレクトショップに当時は行ってたっていう。そうですね、その事前に調べる方法はあんまないですからね、今は結構ネットで、この服いいな、このセレクトショップに置いてるから行こうかって言って買いに行くじゃないですか。で特に大阪とか地方都市の人は、ほとんどが東京のものが載ってるんで、なんかショップリストどこのショップに扱ってるかっていうのは見たら分かるんですけど、一応なんか後ろの方に載ってるかな雑誌の、でそれ見てもほとんどが東京のもので、たまに大阪のものとか地方のものが入ってるぐらいだったんで、そんなもんかみたいな、だから買いに行けないですよね。でそういうのが独特の各都市の独特のファッションを作ってたんだと思うんですけど、それがもう通販なりなんなりでできるようになって、通販で買えるようになったもんね。でなんなら情報も SNS で行くから、得る情報も一緒だったら、実際手に入れる術もあるってなると、やっぱり近くなってくるっていう問題かなと。確かにやっぱインターネットがやっぱ30年で普及して、そういう購買行動もどんどん変わってくる。これから僕は世界が本当に均一化するのかどうかは分かんないですけどね、韓国と日本が全く同じような格好してるみたいな全くはないと思いますけどね、気候が違うんで。でも似てきてる気はしますよ。やっぱりなんか昔よりやっぱ観光客も行ったり来たりも多分多いし、なんか昔っていうか本当に10年くらい前って韓国からの旅行来てる人すぐにファッションで分かったけど、とか言いますよね。なんか結構カラフルな服着てたり、ピチピチの服だったりとかして結構すぐ分かったけど、なんか今マジで分かんない。今、韓国っぽいなってファッションしてても普通に大阪弁喋ってたりとかするし、なんか結局韓国がやっぱり K-POP とか K 文化っていうのかな、なんかそのを結構しっかり発信して、やっぱ日本人もそれが好きでなんか受け入れたから、割と日本に韓国の文化が入ってきたのもあるとは思うけど、まあそんな時代で都市のまだギリギリ都市の違いっていうのも残ってたし、それが2000年代前半ぐらいまで残ってんのかなと思いますけどね。そうだね。でもそのやっぱり東京か東京じゃないかって結構大きかったけど、でも最近ちょっと薄れてるのかなとはちょっと思って、その阪神大震災起こった時に多分大阪は、95年って阪神大震災で大変だった、大阪っていうか厳密には神戸なんだけど、でも多分東京ってオウムの事件起こって多分オウム一色になったと思うんですけど、なんかそれで結構関東はオウム、関西は震災みたいな流れがなんか想像ですけどあったんじゃないかなとはちょっと思って、確かに神戸っていうと都市部での大きな地震っていうのは、その前ってあんまり思いつかないですよね。関東大震災ぐらいかな。そうだね。本当に人が密集しているところでの大きな地震っていうのは
あったから、ん歴史的には大きな事実なんですけど、まあどうだろうな、やっぱり地下鉄サリン事件みたいなのもやっぱりでかかったね。中枢に毒ガスみたいなのも、うんしなんかかもそこう、の国の中枢でやったから、地域性抜きにしても結構でかいニュースではあるのはあるんですけど、まあ僕関西の人たちが東日本大震災に対してそこまでまあ大変な出来事だっていうのは分かってても、なんかこう自分のナラティブというか体感的なにピンとこないみたいなイメージと同じようなことは全然あるかなと思う。でもね、だからそうだから昔はそうだったし、まあ近年までそうだったと思うんだけど、今年のさ熊の騒動とかすごいニュースでやってるじゃん。東京にも熊は出てるの？出てないと思う。出てない？出てないでしょ。だから岩手とかさ、秋田とか新潟とかじゃないの？八王子でなんか東京熊が出たとかいう話を。それだと大変じゃんけどでもあれなんだかんだで山間部の話だから、それをあんだけニュースでやってなんか集団ヒステリーになってるってことは、結構その東京中心主義みたいなのも若干昔よりはちょっとだけど、薄れてるのかなとちょっと思ったよ。それをちょっと検証する価値はあるかもしれないですね。ただもしかしたら熊っていうものに人間がすごいこう何かセンセーショナルな何か価値づけというか。でも言ったら関係ないじゃん東京の人熊。まあ基本的にね。23区に住んでる人とかさ、登山とか行く。でも東北とね、東京の関係っていうのは結構密接。スキーとか行くときにあっち側に東日本大震災の時も大変だったもんね。東北ではないけど上越とかに行ったりするじゃないですか。だから関西から東北って、遠いね、行ったことない人も多いじゃないですか。多い。僕も行ったことないから行こうと思って行ったのが10年ぐらい前だったかな。10年も前じゃなかったかもしれないけど、そんな感じだったんで。でも飛び越えて北海道行くもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。もうだっていっそもう飛行機飛んだ方が、安いしみたいなのあって、確かに関西の人は北海道にはしょっちゅう行くけど、東北は行かないよね。東京にも行くけど、行って仙台かなみたいなことでしょ。あ、そうだね、その話はよく聞くかも。確かにアクセスしづらいのは間違いないんですけど、確かにね、そこら辺になんかあるかな。まあ、だから結局その東京中心にやっぱり情報網が今整備されてて、まあ、今っていうかそのテレビの普及、テレビの普及とともに、やっぱ東京に一旦情報が集まってそこからキー局にこう流れるっていうシステムができてからは、やっぱ東京中心のなんか情報のなんか流れになってるけど、最近やっぱインターネットとか YouTube とか TikTok などのことにより、まあね、テレビが扱うものだから、その95年の僕のイメージで言うと、こんなにまだテレビの力強いんだなっていう。もっと廃れてると思ってた。もっと廃れてると思ってました。そうだね。まあでもやっぱまだその段階の世代の人とかはさテレビ見てるし、そうね、だからまあ大阪で流行ったものも一回東京に取り上げられて全国に普及していくっていうモデルが、まあでも今年あったことだったら万博の情報の広がり方っていうと、で考えるとちょっとやっぱりさっき言ってたようなテレビの力っていうか東京の力、東京に集まって広がるっていうのが弱まったのかもしれないですね。そうだから東京のテレビも結局ネットで話題になってるのを取り上げてるような感じだから、だから昔みたいに東京の人が関心を持ってることが広がるっていうわけじゃなくなってるんじゃないかなと思う。だから昔の感じだったら多分熊こんなに騒がれてないと思うと思うんだよね私。こんな集団ヒステリーみたいになってないと思う。だってうちの地域とか熊出ないんだけど、なんか仕事場とかに行ったら、熊怖いですとか言ってうちの庭に出たら出ねえよと思ってただなんかやっぱ人間のなんか死に方として、やっぱ動物に食われるっていうのはちょっとやっぱりでもどう考えてもさ突然さ大阪市内とかさ東京23区に熊が突然出没したじゃん、もうちょっと徐々にさ、栃木とかさ、から出てくるじゃんなんか出るとしてもだからなのになんでそんなみんな心配してるんだと思って、登山に行く予定があるのかみたいな、なんか思っちゃって。でもなんかめっちゃビビってる人が結構今はちょっとさ報道落ち着いたからあれなんだけど、秋頃すごいビビってる人が多くていやいやと思って、逆にその山間部に住んでる人はビビってないんですよね、知ってるから出ないの。
出ないの知ってるし、うん出てもどうしたらいいか分かってるから、あれビビってなくて、だから割と都会に住んでる人がビビってるイメージがあった。これがサメだった場合ってどうなんだろうね、でもそれは海からさすがに上がってこないからでもなんか視聴率は取れそうな気はするんだよな。でも今ほど集団ヒステリーにはならないんじゃない？まあね、まあ映画では、嵐に乗ってサメが飛んできたりしてますけどねそうね確かに飛んでくるドローンかよあとトイレのに流すとこからサメが出てきたりとかね、いろんなねことがこう映画の中では。そういえば陥没って今年だよね。道路陥没。陥没ね。あれ今年じゃなかった？今年ですね多分、うん、今年だったと思います。あれはさ、私もっとみんなパニックになるかなと思ったけどならなかったよね。なんかもっとみんなうちも落ちるんじゃないかとか思うのかなと思ったけど、あれよりも熊の方がみんな心配、なんかニュースが出た時の心配度合いが。確かにあれも結構大きな問題で、何年か前に、安倍さんがやった国土強靭化計画安倍さんかな、違うかな、分かんないけど国土強靭化計画みたいなやつが高度成長期に一気に作ったやつが、そうだね、今一気に来てるからね、来てるから本当はやんないといけないんだけど、それだけのパワーがないっていう。そうだね、だからあれの方が割と都心部って身近に危険じゃないですか。そうだと思う。で私あれの事件見た後に熊は怖くないけど、いや今これ走ってて前落ちたらどうしようって思いながら3日ぐらいは走ってたんだけど、道路陥没の方が危険度は高いしみんな出くわす可能性は高いのに、そっちはなんかみんな見なかったことにして、熊は割と遠い危険なんだけど、首突っ込んで怖い怖いって言ってるなってちょっと思っちゃったの。確かにねあれはなんでなんでしょうかね。なんかねもう、なんか人間って不思議だと思うのそうね、あとそうね、さっき言ったさテレビの話だとフジテレビの問題とかも、フジテレビの問題ね、こう案外ねテレビなんていうか結構私なんかもうテレビ見てないからあんま実感ないんですけど、どうでした？フジテレビの問題っていうか全般的に言えるのは、最初に95年のことをね、エアマックス狩りとかいろいろ言いましたけど、過去は全て野蛮なんでどこまでの過去が現在なのかっていう問題がありますね。そうだね。例えばこう、いろんな芸能人がいて、僕たちは相当下品なことを見て笑ったりしてたわけですよね、30年前はね。30年前は、でそれがテレビじゃない場面で、飲み会の場面で行われたことが糾弾されるのは、例えば昨日だったら糾弾されても僕も納得いくっていうか分かるけど、じゃあ3年前はどう1年前はどうって、これだけ時代が早く進んでるような気がしてるんだけど僕は。その内容と、その時間の、その比例だと思うんだけど、だから例えば、だからしょうもないなんていうか、それこそその醤油をペロペロしたのを3年前じゃないのもっと前かな、10年前に芸人がやってたのがバレたと、それはどうなるかなみたいな話だよね。軽さと重さで、だからそれこそ殺人してたらもうアウトだし、それ10年前でもアウトだもんね。アウト、20年前でもアウトだけど、なんか野球選手とかよくあるけど、その暴力団に献金してお金渡してたとかもう許されてる人もいたりして事実上許されてたりとかもしてるし、そうだね、今年長嶋茂雄さん関係ないけど、長嶋さんがやってたわけじゃないけどなんか大物が亡くなったね、とかもあるから、比重の問題と時間が、時効があるんじゃないかなと思ったかな。フジテレビの問題って一応性暴力に近い問題、ジャニーズも今年でした？ジャニーズ去年？ジャニーズは去年かな。フジテレビの問題ってだからその中居さん自体が起こした問題っていうよりはそれに対するその対応の問題か。だからね。でしかもあれは結構直近だから3、4年かな。中居さん。そうだね。だから結構テレビの影響っていうのは案外残ってるんだなってさっきおっしゃってましたよね、館長がね。もっと廃れてると思ってました？もっと廃れてると思ってたし、ジャニーズみたいなものももっと早くなくなるはしないにしろ、そんなに例えばこうバーターでこのやつと一緒に入れろとか、全部引き上げるぞみたいな
ことがそんなことがずっと続けれるとは思ってなかったです。そうだね、うんなんか案外さやっぱ日本って保守的なんだな、保守ってだからその右翼っていう意味じゃなくて、こう物事を変わらないって変えるいう意味で速度がゆっくりっていう意味で保守的だよなってすごい思いますね。あとはそうね、まあ今年の出来事に突入してるけど行きましょうか、今年の出来事、ね、このまま行きましょうかね、じゃあ。ね、あとはやっぱり韓国大統領弾劾とかトランプ2期目で始まったとか、あとはカンちゃんが好きな万博、万博ね。万博めっちゃ良かったっすよね。レガシーありましたか？レガシーだからリングを潰す、もう潰しやらしてるらしいんですけど、あれをちょっと200メーターぐらい残すのかな、とりあえず1年残してみないとかやってって、やってってのはダメだったのかな、まあ、最初にね評判が悪かったからね、評判が良ければ最初から残す設計ができたかもしれないけど金があったからだからもったいないっちゃもったいないな。そっかそっか、あとはそうね、さっき言った亡くなった人的には、長嶋茂雄さん、オジー・オズボーンさん、アルマーニさん、まあ、だから僕この中で言いたいのはやっぱオジー・オズボーンかな。僕だからそれこそ95年のオジー・オズボーンは、本当に悪魔教を崇拝してるやつだと思われてたからね、もっとほんとガチの人なんだと思ってた。世紀末もさ悪魔だと思ってた？いや世紀末はもう悪魔だと思ってなかったけどオジー・オズボーンに関してとかブラックサバス、オジー・オズボーンなんか人間だけど悪魔教をちゃんと崇拝してるんだと思ってた、ね、してて本当にファッションファッションって言っちゃダメなんだね、そうねにわかっていうかこうにわかプロデュースのためにやってるんじゃなく、本当なんだとみんな思ってた騙されてたというか、まあ本当なのかもしれないけど、なんか2000年代に入ってからやっぱオズボーン賞とかでキャッチーな感じでなんかなってたのが、オジー・オズボーンそうなのかみたいな感じ。なるほどね、あとねスポーツ的にはね、沖縄尚学が夏の甲子園初優勝、それって沖縄勢が初優勝ってこと？沖縄勢は前に、2回かな2回でも沖縄尚学じゃない学校が優勝したことがあって、まあでも沖縄はねなんかやっぱり沖縄の人にとってその甲子園で優勝するってすっごいエモいっていうか、なんかこう思い入れが強いから、もう沖縄の人がもうすごい応援しに来てましたね。やっぱり復帰するまでやっぱパスポートがいったし、参加するのにね、で持って帰るのになんか砂持って帰れないとか、そうでとかあって、あとやっぱりまあ沖縄ってやっぱり貧困率がちょっと高いから本当より、やっぱり難しいのもあると思うし、スポーツしたりとか、あとはやっぱ強い子はやっぱ本土の強い学校にこう引き抜かれているのも多いみたいで、鹿児島実業とかに行くのかな。鹿児島実業ってそうかもしれない、強いよね。僕のすごいちっちゃな野球知識が今そういうのあって、やっぱねなんだかんだやっぱり沖縄で日本になったのって最近だからさ、言ったらそのなんかいい意味でも悪い意味でもなく、なんかそこら辺はやっぱ強い思い入れがある。だからアルゼンチンの人がさなんかワールドカップ勝ち進んだら全員来るみたいな、そういう感じのちょっとアルゼンチンのコンテクストがちょっと僕本当なんかサッカーのワールドカップでさ、アルゼンチンがすごい強くって勝ち進んだ時に、そのアルゼンチンの人がみんな退去してそのワールドカップスタジアムに押し寄せて、帰る金はない、全部タイマーをはたいてきたんだとか言って全員がそのワールドカップの会場に集結するんだよね。あとどうするんだろう。そうテニスのグランドスラムとかでもアルゼンチンの選手が勝ち進んだら、そのみんながバスを借り切って街でドーってさみんなが民族移動してくるんだよ、アルゼンチンの人がで応援しに来るっていうすごいところなんだけど、あるの暑いんだよ。でみんなで応援して歌ってみたいなでみんな応援しに来るんだけど、なんかその感じをちょっと感じた今年の沖縄の夏なるほどね、でねテニス界でも今年すごいことが起こってて、小田凱人っていう選手が、それ男性女性？車椅子のテニスなんだけど、車椅子テニスなんですか？そう車椅子テニスなんだけど、ほら国枝慎吾さんっていう人が多分有名なんだけど、国枝慎吾さんがこの前っていうか何年か前に引退して、でそれと入れ替わりぐらい、まあちょっと被ってたんだけど、小田凱人っていう子が出てきて19歳3ヶ月で全てのタイトルを取っちゃったの。
オリンピックオリンピックじゃなくてパラリンピックなんだけど、パラリンピック取ってグランドスラムも全部取るっていうゴールデンスラムして、それはその立ってテニスする人も含めて全テニスの種類の中で最年少の記録なの。19歳3ヶ月でそれをやるっていうのが、単なる疑問で聞くんですけど、車椅子テニスと立ってやるテニスと戦うとやっぱり立ってやるテニスの方が有利？それは全然違う。違うんだ。違うけど、この小田凱人に関しては、その立って打ってるサーブと変わらんサーブを打つ、立って女子が打つサーブよりは強いサーブを打つ。だから、大坂なおみよりは弱いよけど、さすがに大坂なおみは男子並みのサーブを打つからまたなんか段階がどんどんこうあれなんだけど、女子のプロテニス選手の平均ぐらいのサーブは打つから、めちゃくちゃ強いんだよね。でなんか国枝さんもすごい強かったけど、やっぱ車椅子テニスってまあ言ったらやっぱり最近のなんか競技だから。やっぱ進化がすごくて、やっぱ国枝さんの時にはなかった技とか、なんかその車椅子さばきとかがどんどん、車椅子も進化してるし、どんどん強くなってるんだけど、その中でも小田凱人はやばいこれからもっと多分伝説を作ると思います。そう小田凱人さんっていう車椅子テニスの人がグランドスラム、ゴールデングランドスラム、ゴールデングランドスラム、生涯ゴールデングランドスラムをしたんですよ。だから多分そのうち年間ゴールデングランドスラムをするんじゃないかなっていう勢いで、19歳だからねまだっていうのがあって、でこれがその30年前の95年のエポックメイキングな年で、テニス界では初めて伊達公子がベスト4に入り、グランドスラムでね、で松岡修造がベスト16に入った記念すべき年なんですよ。そうなので95年だったの。95年だったの。95年の全仏とあれウィンブルドンだったの。伝説の確かね何も分かってなさそう。いやでもね、伊達公子さんに関しては、ビスマルクっていうサッカー選手と付き合ってたか付き合ってないかで、あとね、その後 F1 ドライバーかなんかと結婚したんだけど、うちのね姉とね、年代は被ってないかもしれないけど、同じ学校のはずで、高校がね、でそこのテニスの顧問がすげえ怖かったって姉が言ってた気がする。靴下を生徒に履かせてたっていう普通じゃないの。すごい太ってるんでね。靴下を生徒に履かせるのは普通じゃない。違う我がの靴下、足にだよ、顧問の足に生徒が靴下を履かせてた何それ怖い。だから90年代の野蛮さをね皆さんこう、あとスポーツの強い監督の横暴さをまあでもそれはね、最近もね、なんかやっと明るみに出るようになる、でもそれぐらい厳しいから、もしかしたら伊達公子やその後の朝越さんって、当時朝越さんっていう人が有名だったけど、なんかこういけたのかもしれない。いやそれはちょっと違うと思う。19歳で新しい子出てるからねそう伊達公子さんもね、その当時やってた時より引退してもう一回復帰しはるんだけど、そうなんですね、復帰した後の方がやっぱ楽しかったってすごい言ってらっしゃって、それはね、伊達公子さんはやってないと思うけどその靴下履かせてた、やっぱその最初のそのベスト4に入った時とかは本当にやってて何が楽しいのか分かんなかったけど、でもその時の方が強かったのは強かったんだけど、でもやってる姿とかも復帰した後は本当に楽しそうだったし、今もなんか楽しそうにテニスやってらっしゃるから、私はその復帰した後の姿しか知らないんだけど、なんかまあでも95年ってそういうなんかね、でなんか日本テニスが始まった年っていうか、なるほどねその日本のテニス選手がこう、世界に踊り出た年なんですよ。そう95年なんですねそうで95年はだから野茂もすごかったし、確かにね、結構スポーツだからグロ界すごい年ーバルに活躍が本当に盛んになった年なのかもしれないですね。そうだね、そうだと思いますね。まあそんな感じで、スポーツに興味ない人はすいませんそんな感じね。であとはそうだね、さっき言った熊の話とか、あとそう政治が結構今年は動いたから、確かに、なんか石破さんが辞めて、謎の石破おろしが起こり、石破さんがね、僕もそんなに詳しくないんですけど、何をこうミスったのかがよく分かってなくて、いや私の知る限り何も、良くも悪くも何もしてない、僕がねなんかネット上で見たのは、おにぎりの食べ方が汚いっていうのが結構な、確かにでも確かに汚かったですよ。いやでもそこぐらいしかなんか多分批判できるところがないぐらい、だからその右派も左派も批判するけど、なんかその決定的な何か失策があったわけじゃなくて、でしかも
期間も短いから、安倍さんぐらい長くしてたら、なんかその影響が出たとかあるけど、何の政策も進めてないから実際なんか結局やっぱり、党内のお友達の少なさが原因だったんじゃないかなって思う。 あとなんか叩かれてるのは、見た目の問題が結構叩かれたから、だから見た目と、だからまだ2025年でもおじさんっていうかもうおじいさんに近いけどね、おじいさんに対する見た目批判はまだ生きてる、生ける最後の聖域として残ってるのかもしれない。でも昔はテレビで公然と多分見た目の批判してたけど、今はもうテレビは言わないじゃん。やっぱネットだけ、だからもうそろそろ最後なんじゃないかなと思う。じゃあ今のうちにおじさんの悪口を皆さんね見た目を言っとかないといけない。でも石破さんは今年ベストドレッサー賞を取ったからメガネのメガネでメガネのでもさっきの友達が少なかったのと、見た目の批判が多かったっていうのを合わせるとさ、なんかシュッとしてコミュ力があるやつ最強みたいな話で、でもそれに世間は流されやすいよね。ヤンキー最強みたいな、かっこいいヤンキー最強みたいなそれはヤリラフィー系が最強ってことじゃない。ヤリラフィー系って何ですか？なんかヤリラフィー系ファッションっていうのがあるらしいですよ。あるんですか？若者が、分かんないけど全然僕も知らない。なんかピチピチのダメージジーンズを履いてる感じの人。なんかこうヤンキーっぽい、ヤンキーっていうかコミュ力系の、コミュ力系の、そうああいうのは友達多そうだから。確かに石破さんもやればよかったね。ヤリラフィー系、やればよかった。支持率は上がったかもしれない。そうね、だからで政治としては、その後に初の女性首相が誕生しまして、やっぱなんかその高市さんへの賛否とは別にやっぱり首相がスカート履いてるとか、なんかそういうのが新鮮だった。なんか確かにね、首相という言葉と関連づかなかった言葉、ヒールとかカラフルなジャケットとか、お化粧とか、そういうなんかワードが結びつく日が来たのかと思ってなんか感慨深いですね。でも女性のファッションっていうか、その政治家、閣僚もよくこの写真撮る時に話題に上がるけど、どんな服を着ていけばいいかってちょっとこう複雑性が高いんで。そうですね、今は結構男性よりは多分緩くて、多分襟なしでも多分いいし、多分靴も多分フラットでもヒールでも多分いいんじゃないかなと思うんだけど、男女共同参画基本法とかができた前後の女性が初めて就活とかに大量にこう、大量といっても少ないけど、入ってきた時の写真って結構カラフルで、女性の服装が何着てっていいか分かんないからこれかなっていけるだろうっていうやつを着てってるやつ、一丁羅の綺麗そうな、なんかチェックだったり、結構カラフルなんですよね。で今の国会議員みたいな感じで綺麗めなんだけどっていう、でそれがその女性がいっぱいその企業の面接を受けるようになって、だんだんみんな真っ黒になっていって、髪型もリクルートスーツみたいな、髪型もみんな同じ髪型にこう収束していったじゃないですか。だからもしかしたら国会議員もこの女性の数がめっちゃ増えたら収束していく可能性ある。確かにね。じゃあもしかしたらトランプさんへの振る舞いとかが若干なんか批判されてたのも、なんか見たことがないからどういう振る舞いが正しいのかみたいなことが受け手がもうわからないから、それはあると思うね。まあやる側もね初めての女性思想だし、どういう振る舞いが正しいのかっていうのはまだ模索中なのかもしれないですね。何やっても、だから言動が後年から見てどうなったのかわかんないけど、今の現時点ではあれが良かったのかどうかは誰も評価できないし、多分何やっても批判はされてたと思う。やっぱり見たことないんでね、正しさがわからないっていうか、多分そのニコニコせずにこう真面目な顔でやってもそれはそれでなんか愛想がないとか言ってもうちょっとにこやかにすべきだって言われるだろうし、何やってもね最初の一人はねやっぱ批判されがちだから、そこはなんか頑張ってほしいというか、欲しいなっていう気持ちは、映画も慣れてくるだろうみたいな感じかもしれないですね。みんな見慣れてないからね。見慣れてない。それはあると思う。やっぱりはい首相どうぞって言って女の人が出てくるっていうことにみんながもっと慣れないといけないと思うね。そういう意味ではやっぱりすごい大きな出来事だと思う。であとはその政治的にだから本当に今年結構政治的には大きい出来事があって、確かに僕2025年何も熊しかなかったとかなんか多分収録では入ってないと思うけど、言ってたんだけど、熊だけじゃなくて後年から何年か後から見るとなんか割と
大きなことが起こってそうみたいな。そうだから公明党が離脱したの確かに99年以来で離脱して、でまさかの維新が連立イン、そうね、念願のインしたから、大阪が首都になる気持ちそう近いかもしれねないし、関西人的にはやっぱり維新を応援した方がいいんだよね多分。まあ人それぞれだよそれは、ね、人それぞれでも大阪がとこそ首都になるためには維新、大阪首都にしたいのいや首都にはしたくないな2番目でいいうん2番3番でいいんだけど、やっぱさそのほら言っ僕にてたじゃん、何の権限もないけどねなんか文化はさあそうそう2番目からっていう持論があるんですよ文化は第2第3の年から生まれるっていうのはまあまあよく言われることなんで、そうだから言ったってだって江戸時代だって江戸とか、江戸よりはやっぱ大阪京都の方が文化的にはね、なんか大きかったりとか、まあ言って歴史は長いからね。そうだから実はね、70年代、まあ、80年代もそうかな、なんだかんで言ってアカデミックな部分でも文化の部分でも大阪っていうか関西に文化があったっていうのはね、阪急だって阪急のモデルを東京の、なんだっけ田園都市線だっけあの辺とかもこう、そうなんだ、小林一三のやったのがうまくいってるなっていうので、確かモデルにしてるはずなんで、やっぱ古都ですよね、古都京都古都大阪。そうね、奈良ちょっとなんか、まあ、高市さん奈良出身なんであれだけど、さすがにだから奈良はさ、1500年前ぐらいだからさすがに1500年前はされるんじゃないのかな。でも京都も泣くようぐいす平安京でしょ、でも京都はほら応仁の乱まではさその後もずっとあるからか、長いから、天皇はずっといたしね京都に、でここでね、まあ一応2025年振り返ってなんかね流れで振り返っちゃったな、振り返るつもりなかったんだけど、そうですかやっぱりいや一応ね今年もね振り返って、そうねだ結局95年ってだから2025年とこう比べて95年を知っとかなきゃいけないっていうのはどういうパラレルでいくと、今のね95年と、2025年と、やっぱり2025年は AI みたいなものが出てきたから、で本格的にインターネットが95年にインターネット Windows95 が発売されてインターネットっていうのに触れる人が多くなった。実際的に本当に触れる人が多くなったっていうか、その段階がいくつかあって、やっぱ98年ぐらいなんですよ。Windows98 ぐらいから大学とかにも導入されて圧倒的に早くなって、でそこから2000年ぐらい2000年前半っていうか、もう98年の時もう明確に覚えてるんですけど、1週間後に情報処理室に行ったらスピードがすっげえ速くなってるみたいなことをそう体験してるんで、この間まで画像を開くのにすごいまあまあ時間かかってってぐらいの時間であったのが、もう画像は全部一瞬で表示されるし、なんなら動画もちょっと見れるみたいな状態になってた。よかったのは結局初期に98年の段階でも大学生とかちょっと意識が高いっていうか、なんとなくねコンピューターのリテラシーがある人たちが入ってたのがそのまだ98年の段階なんだけど、そこではやっぱ向こう側の相手チャットとか掲示板とかする場合に、向こう側の相手がなんとなくこいつエアっぽいんだろうなっていうのはなんかずっとやってたら分かったりもするんだけど、なんかもしかしたらなんかどっかの企業の偉い人なのかなとか、でもその半分匿名みたいなとこが、でも完全匿名だけどなんとなく相手のことが分かるかもしれないけど、こっちは大学生で、ただ言ってることと、なんていうかな、肩書きをなんとなく分かったとしても無視できたっていう状況なんです。だからそいつが言ってるからいいみたいなことはあんまりなかった。フラットにバカなこと言ったらバカなこと言ってんねって言われるし、なんとなくいいこと言ってたらいいなってなってた。でみんなが各自でホームページを作ってたじゃないですか。でジオシティーズっていうのが無料のとこがヤフーがやってたあったりして、でそこでなんだろうなこう、何みんなし始めたかっていうと、自分のサイトを作り始めたんだけどね、自己紹介、し始めたんだけど、なんていうのかな、こう相手の肩書きとか相手が何者かとか関係なしにこう言えた感じがしたんだよねその時は。でも今だとさ SNS もにっちゃそういう機能ってあるじゃんって言うかもしれない。芸能人に喋りかける、有名人に喋りかけることはできるけど、
やっぱそこでさフォロワーが30万人とさ、うん30人じゃさ、うんやっぱこうなんか30万人が正しいこと言ってるようにみんなが感じる。でもそれはどうしてもさ、うんその30人の人がさ、うんいや 1+1 は2ですよって言ってて、うん30万人の人がいやうん 1+1 は3でしょとか言ってそうたら、なんか3のような気がしてくる。そうさすがにね 1+1 のは大げさに言ってると思うけど、うんでもありえない話じゃないなと思っちゃう。そうそう、あれと思って一瞬考えちゃうよね、うんなんかでその30万のフォロワーとか、うんそのリツイートとかいいねの数が膨大な数ついてるのが、うんそのなんか意思に関わらず目に入ってきちゃうじゃ。そんでなんかそれがすごい勢いで回転しててさ、うん数字が増えててさ、うんそれで 1+1 3ですみんな気づいてないと思うけどみたいなこと書かれてたらさそうか、みたいな。もちろん30万人とかね、フォロワーがある人はもともと力を持ってる人だったり、なんかそこでうまくなんかこう面白いことを言ってたから、その実績がそうなってるっていう言い方見れるんだけど、まあ、そういうの無視できたかなって言って属性を無視できた感じがするんですよね。それこそ相手が男でか女か分かんなくてもいけるみたいな、逆にまあネカマみたいなのもいっぱいあったんだけどね、まあ、あったけどそこはあれだな、私はなんか基本全員男とみなされてたような気がするな。それはよく言われる話ですね。でもなんか性がねない感じもあった。それは逆に言うと、女の人がやってるかどうかっていうのをもう気にしてないっていうか感じかもあったかな。まあ実際オフ会とかであって女だったのかみたいなことはあったのかもしれないよ。男だったのかって驚くことはあんまない。あんまない、それはないと思う。だからやっぱりそっちはないと思う。それは基本男前提な感じはあったんじゃないかなと思う。なんかまあああいうちょっとギークっぽいもの自体がちょっと男性のなんか先入が観みたいなのは多いのも事実だしね。こまごました。ででその時のなんか多分98年95年僕よりちょっと上の人とかも95年から2000年代ぐらいを大学生とか高校生もしくは20代前半で過ごした人たちはみんな多分あの時のインターネットみたいな空気になんか懐かしんでると思う。ノスタルジー、単なるノスタルジーかもしれないけど、なんか世界が本当に変わるんじゃないかっていう感覚はすごいあったんですよ。なるほどね。万博じゃん。万博そうだけどなんていうかな、こう自分の価値判断っていうのがそこで本当に出せて、自分の価値判断でそれをいいっていう人もいれば自分の価値判断でダメだ、なんかそんなのくだらないっていう人もいた感じがして、なんかこう僕がよく言うジラールの欲望の三角形みたいなことをよく出すけど、さっきの言った俺は30万人だからすごいんじゃないかっていうのを他者の欲望を欲望してるっていう状態のちょっと亜種みたいなもんなのね、だからみんながこの意見いいって言ってるからいいんだっていうのじゃない、自分の欲望をみんながやってた感じがするんですよ。だからブログみたいなものが始まった時も、最初に1位だったのはやっぱり一般人だったのね、芸能人じゃなくて。でそれでやっぱ時代変わったなとか思ったけど、なんか芸能人がわらわら参入してきたらなんか1位ほぼ上位芸能人になってまあうまいからねプロだからね。で真鍋かおりとかさんとかが1位になってたり、ブログの女王とか言われてて、なんかシュンってなったのとか覚えてるんですけど、シュンってなったのね。シュンってなって、でも今とかはもう本当に数字、そうね、だから今もさポッドキャストとか YouTube とかもさ、最初の走りの時はそれこそその無名の人とかがあったけど、もうそれが有名人にキャッチされちゃったらさ、もうYouTuber もさ、なんか芸人でテレビに出れなくなった芸人とか、ポッドキャストもさ、芸人さんで上位埋め尽くされてるからさ、確かに喋りのプロだからね、うまいのはうまいし、だから面白いんだけどね、実際そう来ちゃったらもう勝てないよね。そうもう一個いいことがあって、それまではさ、誰ともつながれないようなニッチな趣味みたいな、特に田舎なんかでそういうのをやってる人が発信することによって、世界にはこれを一緒に面白いと思ってくれてる人がいるんだっていうことが感じられたんですよね。だからうちの父親がさ、自分がこれまで疑問に思ってたこととかを、なんかインターネット使うようになって、でヤフー知恵袋が出たじゃん。でヤフー知恵袋で検索したらヤフー知恵袋が出てくるじゃん。そう出てきたらなんか
僕以外にもこのことを疑問に思ってる人がいるんだって思ったらしいね。大ヤフ概あるー知恵袋で思ったんだと思ったけど大概あるからね本当に。そうそこで初めてなんかこの孤独じゃなくなったらしいわ。でもそれねん本当に大事で、今のさっき言ったうん数字を目指すみたいな、うんうん全く別だったんだよね。そうだね。こんなの誰が受けるか分からないけど、とりあえずなんかこの趣味のことアップしてみるかみたいなアップしたら、誰かもなんか見てるみたいななんこかとがあって、あれだよね、今の SNS のあり方って共感してほしいものを出していいねもらうみたいな感じだけど、そう昔はなんか順番が逆だったような感じそうなんですよ。誰かこんなの本当に興味あるか分かんないけどとりあえずやってみるかってやったら、なんかコメントで、あれめっちゃいいっすねみたいなこと言われて、おおこんなニッチな趣味のやつが他にいたんだ、こういう研ぎ方、例えば刃物研ぐしようよ、刃物研ぐのはもしかしたらニッチじゃないかもしれないけど、だからこういうのもありますよとか、こういう研ぎ方したら結構うまくいきましたよとかが言えたんだけど、今はなんかもうちょっと数字のゲームになりすぎて、みんなマスをこうやれて、つながりよりもマスで受けるみたいなことばっかりになってる節がある。もちろん全部がそうじゃないけどね、でも90年代のインターネットとかにはやっぱそういうのがあったんで、あるね。なんか昔のサイトがどんどん今さサーバーがもうなくなっていそうねなくなっちゃってきてるけど、キノコを採集するさ趣味のさそんなのブログがあってさ、ほんで山歩きして今日はこんなの見つけた、こんなの見つけたって言って、なんか料理方法レシピとか書いてるさほのぼのとしたサイトをさ、いにしえのサイトをこの前見つけてさ最後なんか明らかに危なそうねやつを食べたところで終わってない？大丈夫？その人はでもなんか細々と続けてて、割と最近のエントリーまであったんで、まだ生きてると思うけどでもそんなとかそうだよね、結局ニッチな人しかそこを見ないけど、でも結構コメントとかだからキノコ仲間がさコメントしてるわけよ。でなんか古き良きそうだね。で今はさそこにたどり着くのも大変になってない？そうなんだよね。なんかまとめサイトが上にパーッと出たりさ、検索上位に上げようとみんな必死で SEO 対策とかするから、そんなのが出てこないよね。だ人づてにさ紹介してるのを見るとか、ハッシュタグから一生懸命探さないと出てこなくて、だからまあそういう時代の何かみたいなことを追い求めてるっていうか、なんだからね、昔が良かったなっていう、逆に言うと今昔のオールエイズ三丁目の夕日的なことやってんのかもしれないけどなるほど。ただまあ確かに重なるわ。それは高度成長期に入る前の東京タワー建ててる時だ、あそこでなんか世界変わるなっていう感覚、同じかもしんない。今喋ってて思った。石原慎太郎の東京五輪への思いと似てるかもしれない、同じかもしれない。めっちゃくだらないものになってしまったけどくだらないとか言っちゃダメだ素晴らしいオールエイズ三丁目のやっぱそれは館長のこう青春なわけですね、95年がね。そうですね。でそことなんかこう世界が変わるっていう時期が重なったんだと。野蛮だったけどエアマックスも狩られるけどでも野蛮っていうか、だからやっぱり人々がその好き勝手にいろんなことしてる方が新しいことはでも始まりますよね。そうですね。逸脱行動がないと文化とかは社会は死ぬって言われてるし、逸脱行動が無法カオスになるともう社会もカオスになるし、その逸脱行動みたいなものをどこまで許せるかっていう問題はあるのかな。そういう設計はまた考えていかないと。僕が考えるのかそうだね。そうだからまあ95年、2014年30年変わったものと変わってないものがあって、そうです。大事な問題で、図書館の1年の振り返り全くしなかったかも。いや今から今からですか。変わったものの一つはここにこの三ツ穴熊服飾図書館が誕生しているっていうことですよ。誕生しましたね。正確に20年からなんだけど、ちょうどだからね、今収録撮ってるのが12月の17だかな、だから21日にプレオープンみたいなのをやったんですよ。はい。だからちょうど1年間。どうでしたか1年間ね、もっともっとお客さんが来るのかなって思って、僕ね大概未来をかなりなんか楽観的に見積もっちゃうんで、そう思ったけど、やっぱ集客っていうか、集客じゃないんですね本当にやるべきことは。多分ここにこれがあるっていうことと、知ってもらわないとね、それと取説じゃないですけど、2026年はちゃんとだからここに来たら何ができるかっていうことをイメージしてもらうっていう。
で僕は価値があると思ってるからやってるけど、伝わってないねそうまだそうねですね、その価値っていうものを伝えていって伝えていけないといけないなと思って、でその結果、もう選ばれなかったらそれは仕方がないかな。からまあパラダイスに徹してそうですねいってはい自分の好きなようにしてそうね。じゃあ来年の抱負はその伝えていくと。そうですね、証明しないといけない、ああ価値を。価値を。そんななんかストイックないい服を作るあ図書館とは別に図書館を、で僕が図書館を利用してる、まあ僕の全部僕が買ったものと、あと検本してもらったものなんで、これを利用したことにより、いい服を作ったというストーリーを聖堂にするってこと。ここに来たら、何かが降臨すると。だから創作のなんかアイディアがそういうことね。まあまあいやもっとそんな神秘的なことじゃなくてなんか本とか見てこうなんかこうアイディアをなんか浮かんで面白い服が作れるみたいな。ほら冒頭に言ってたじゃないですか、神がこう来るって。神が来るって言ってた冒頭に2個なんか言ってたじゃん。ああそうね、神を宿すっていう。神を宿す、ここは聖堂にして。そうですね、神の内部モデルを提唱するみたいな。その話結局説明してもらえませんか最後だし。最後だし最後に。いやこれ長くなるからまた今度にしましょうかね年始一発目神の内部モデルですみたいな。そうなんか2つスローガン2つって言って。もう一個何だったかな、あれなんだったかな、すっごいもう本当最近バカになっててね。あれミッドライフクライシスですか。それってバカになることだな。バカっていうか、40代とか50代になって身体の衰えとともに未来の不安を感じる。いや未来の不安というか認知機能がなんか落ちてる気がするそうそれに伴ってね。そうなんですよ。もう一個まただから来年のお楽しみということですね。年始にもう一個はちょっと、お楽しみということで図書館も来年も1年頑張っていきましょう。そうですね、はい、よろしくお願いします。図書館ニュース。はい図書館ニュースですが今年最後の図書館ニュース。いろいろねあるんですけど、オーブントースターが導入されます。これは館長のマフィンを焼くための。そうですね、僕がなんか焼き芋とか。そうあとねまだ考え中っていうかほぼ決定なんですけど、窓際にカウンターテーブルがあるんですよね。そこで一応飲食禁止って言ってたんですけど、飲食っていうか食べること禁止って言ってたんですけど、そこでだったら食べていいことにしようかなと思ってます。で僕コーヒーにハマってたじゃないですか、だからコーヒーがなんかこう飲みたい人は飲めるって言ってたんですけど、ホットレモンも加わります。だからカフェイン苦手な人はホットレモンなるほどを言ってくれればいいかな。ホットレモン飲みたいなってほのめかしたらいいんですね。そうですね、だから試飲なのでね、すべて試飲じゃなくなる時は来るんですか。試飲じゃなくなる時は来ないと思います、この場所でやる限りでもう一つ、毎月告知してますけど、来年の2月22日には何がありますか。3つ柄です。三つ穴熊服飾図書館の柄がパーティーがあります。それに向けて僕はコーヒーを、新作の服じゃないの。新作かコーヒーかよコーヒーを売り出そうかなと思ってます。それを記念、その日に今それに向けてこう資格を取ったりとか服屋さんじゃないのしてますよでも誤解しないでほしい、僕服作ってますからねめっちゃでもないかもしれないけど、作ってんの。作ってます。今ね専門学校でメンズのパンツを作ってるんで、それに僕も一緒に作ってる。なるほどね、先生だけど授業で学生と一緒に作ってますよ。分かりやすいかなと思って、そっちの方が。他にも作ってるんですよね。他にも作って最近ねもうなんか依頼仕事が意外に忙しくて作れてないですよ作ってくださいよ。作りますよ。その柄までには。はい。マイフェイバリー。新作発表してくださいよ。そうね、新作発表しましょう。みんなも新作発表、新作発表してほしい、みんなも。そうね、だから3つ柄熊あんまりやることまだ決まってないし、決まってるのもあって、お知らせしてないのもあるんですけど、誰かなんか売りたいものがある人、なんか展示したいものがある人とかがいればご連絡いただけたらですね。そうですね、なんか見てほしいでもいいです。向こうの図書館の反対側
と併設でギャラリーっていうか展示できる場所もあるので、服でもかけれるし、なんか小物だったら何かテーブルでも置いてうんやるんで、そうね、うんでもまあ今大阪コレクションの話しましたけうど、んちっちゃくやってる人たちがうん発表できるプチ大阪コレクションをここでまあね、そうですね。後々さ今回は第1回だから、うんまあ手探りで、はいまあ、どんなものになるのかやってみないとわからないんですけど、はい後々やっぱスタンドアロンデザイナーのこそうですね。なんか発表の場にこう大きくしていけたらいいなとは思いますよね。そうですね、そうですね。本当にうんスタンドアローンのうん、人たち、そうね、だからコレクションそんな10着も作れないよみたいな、うんでそんな規模では営業してないし、うんその副業的にやってるけど、うんまあ、新作作って売りたいなみたいな人のこうプラットフォームみたいなのそうですね。にはしたいなっていう話はね、うん館長としているんですけど、そうですね、そこだから圧倒的に今の図書館の力ももうぶっちゃけ弱いんで、うんうん同時に育っていきたいみたいなそうね感じでしか、うんもちろん引き上げるっていうイメージは全く僕今のところの、うんそんなこと言うにはおこがましい感じなので、いや夢は大きく持ちましょうまあ、将来的にはね、将将来的に来的にはでも現在はそんなにこう、うんあの時は全然弱小だったけどみたいなうん、感じでいきたいなるほど大きくなったねみたいな、うんうん、うんまあ多少はねなんかそういうなんか場を提供できるようになればいいですね。うんあともう一個企画をね発表しましょう、おご拝を起こそう積んどくプレゼント交換、読んでない本を皆さんも、まあ、読んでてもいい読んでてもいいけどとりあえず家に積んである本だったら何でもいいかな、これをみんなに読んでほしいなみたいなのでもいいしね、ああそうね。でもわざわざ買うのはアウトね、わざわざ買わないでほしい、うんで交換したい、うんうん、だから自分が絶対選ばない本がうん誰かの本が来る可能性を、うんうんでそれ自体が自分の価値観を拡張してくれるもんなんうんで、うん、うんそうね。でうんプレゼント交換をまあ時間はまだ決まってないんですけどはい2回ぐらい、うんなんかそういう場をイベントタイムをそうですね、作るんですね。わはいかりました。でも皆さん今から買って積んどくにしてもらってもいいし。そうですねうん忘れてた言うこと、今日紹介した桜沢絵里香さんと、岡崎京子さんのうん僕が持ってる本はうんうん1月いっぱいこの図書館に置かれますんで、あ、なるほど。だから95年の空気をここでそう据えるわけですね。そうです95年というか90年代の半ばから後半にかけての、うんうん、 2000年代前半ぐらいまでの空気をここで読めると。読めると、まあ毎月なんかやりたいなと思ってたんですよ実は。ああ、なるほどね、うん今週の特集、うんじゃあ今月の特集とかね、そういうことね。だから今回は庵野もよこさんの本もちょっと入ってるんで、なるほどね。わかりました。じゃあそれを読みたい人も来月来てもらって。そう1月いっぱいやろうかなと思ってます、 1月は90年代の女性漫画作家特集ですね。はいじゃあまあ今月はというか今年は今年はこの辺でおはいしまいにしましょう、YouTube では服作りに関する動画も作っていますのでそちらもご覧ください。来月の開館日は Instagram、Google マップでお知らせしています。服飾関係の方も服飾関係ではない方も三つ穴熊服飾図書館にどうぞお越しください。さようなら。さよなら良いお年を。良いお年を。